ハロー、みさきみさです。ということで今日の動画はゲーミング、ビジネス、エンターテインメントなどいつでもどこでも大活躍する今までになかったようなデバイスミニスポーラム V3 を紹介したいと思います。これ自体去年ぐらいにね情報が出ててずっとね気になってて発売と同時にお声掛けいただいたのでレビューしていくことになりました。このノートパソコンがすごくて見てください。こんな感じで畳むとこの薄さ、そしてめちゃくちゃ軽いんですけどゲーミングノート PC なんです。もう今までずっとこういうのを求めてたっていう人も多いんじゃないかな。でこれは AI 搭載のね 3in1 Windows PC って言われてて、重さは 930g と超軽量で、スペックっていうのも注目してほしくて、まず CPU に AMD の8コア16スレッドの Ryzen 7 8840U を搭載しています。なので、便利なね Ryzen AI がね使えるっていうノートパソコンなんですよ。しかもライゼンのね CPU が載っているということでフレーム生成してくれる FSR2、 そしてどんなゲームでもフレームレートが上がる AFMF っていうのが使えるので、ゲームのフレームレートも上げて軽いのにゲームができちゃうっていうパワフルなね新しい形のパソコンになっています。で内蔵 GPU になるので、そしてディスプレイはですね14インチの解像度がなんと 2560×1600 の QHD ディスプレイになってます。なのでグラフィックっていうのもねちょっと試したんだけど超綺麗で、リフレッシュレートもなんと 165Hz なので FPS ゲームとかもヌルヌルでねできちゃうんじゃないかな。そしてその他ストレージっていうのも 1TB と超十分で、なんとメモリは 32GBだから動画編集とかもサクサクできるんじゃないかなってすごい期待してます。そして Wi-Fi は最新の 6E で Bluetooth も 5.2 対応になっているので早いです。で値段がねちなみにこれ19万ちょっとぐらいで売ってるんですよ。結構安くない？なんか普通のゲーミングノート PC で20万ぐらいするやつでも最大 144Hzだったりだとか、高いやつではね 165Hz 出るねノートパソコンだってあると思うんですけど、この軽さでしかもこんだけ薄いのにディスプレイのリフレッシュレートも高いっていうで 3in1 っていう風にね言ったと思うんですけど、この PC はいろんな使い方ができるっていうのが魅力的です。キーボードがついてて、キーボードもすごいね薄いんですよ。でここをこんな感じで取り外すことができます。なので14インチの普通のタブレットとしても使えます。別売りでこのスタイラスペンっていうのも販売されています。こんな感じでイラストを描いたりだとか、普通にタブレットとして、ね、使えるんですよ。そしてこのパソコンはここにインカメラがついてます。このインカメラが200万画素あるのでウェブ会議とかでも使える。でなんとねこれすごいのが後ろ側ここにもねリアカメラがついてるの。これが500万画素あります。で3つ目の使い方なんですけど、外部ディスプレイとしても使えます。携帯と接続して大きい画面で映画を見たりとかそういうこともできる。これ私がワクワクする気持ち分かってくれる分かってくれるかな。もう超ワクワクしてます。どのあたりのゲームができるのか 165Hz まで出るのかっていうところも気になるところなんですけど、それで FPS ゲームだったりできたらもう最強ちゃうかなっていう風に思ってます。この本体っていうのがね 900g ちょっとみたいなんですよ。でこれ自体このキーボードだったりっていうのが取り外せて、多分このねキーボードの重さだったりは入っていないと思うので、全部トータル合わせて何グラムなのかっていうところをね見たいと思います。まずはこの本体を測ります。よいしょ。測ると 928g です。で、カバーをね取り付けてタブレットとして何グラムなのか。はい、1155g。なかなか軽くない？次はキーボード取り付けたらどれぐらいになるかな。私的にはりんごちゃんのねエアーと同じぐらいかなとは思ってるんだけど、どうかな。 1601g でした。キーボードも全部入れて 1601g だったらなかなか軽くない？ちなみにりんごちゃんはカバーをねつけた状態で、私透明カバー今つけてるんですけど、つけた状態で 1480g、なんで 100g ぐらいかな。ちょっと重いっていう感じだけど、正直手で持った感じどっちが軽いかっていうのは若干ほんまにこっちが軽いかなって思ったぐらい
ちなみにカバーをつけてない状態やとこんな感じ 1252g で、付属品なんですけど、このタブレットの方はこのカバーと、あとキーボード、そしてタイプ C のちょっと長めのケーブル、こんなにも小さい AC アダプターがついてます。そしてこっちのスタイラスペンなんですけど、こっちに付属しているのが短めのタイプ C のケーブルと替えのペン先が1つ、そして説明書っていうのがこのパソコンの方にもついてるんですけど、日本語もね書いてあるのですごい分かりやすいです。そしてキーボードは日本語配列もあります。ここにエンターキーがあって、で矢印キーもちゃんとついてます。で右側の方にページアップとかダウンとかがついてて、たまにねこのバックスペースをしたいのにこのホームを押しちゃうっていうこともありました。この辺りは、使ってるとだんだん慣れてきました。でこのキーのね間っていうのがスペース結構空いてて、最初打ちづらいかなとも思ったんですけど、そんなことなくて全然私的にはね打ちやすかったです。で打ち心地っていうのもこうへこみがねちゃんとある感じで、なんか打ってる感じがあって私は好み。打っててねそんなにうるさくないです。私結構ガチャガチャ鳴らしながらキーボード打っちゃうんですけど、こんな感じ。そしてタッチパッドはこんな感じで、タッチパッドも使いやすいです。そして気になる横側についてるインターフェースの部分見てほしいんですけど、まず左側の奥の方にイヤホンジャックがついてて、そして音量ボタン、そして便利な SD カードも入っちゃいます。で下側には V-Link 対応の Type-C、 そして右側には電源ボタンと Type-C ポートが2つあります。でセットアップとかしたりちょっとねいじってみたんですけど、バッテリーの持ちはねそこまで良くないかなっていう風に個人的には思いました。なので、外に行ったり外で使う時はねモバイルバッテリーと一緒に持っていくのがいいかなと思います。で気になるゲーム性能なんですけど、ファイナルファンタジーを回したいと思います。でこのベンチマークのソフトっていうのがライゼンの AFMF だったり、あとは FSR2 だったりっていうのが対応してなかったので、とりあえずオフの状態で軽量品質、そして 2560×1440p でフルスクリーンで回していきたいと思います。フレームレートは30ですね。全然出てません。内蔵 GPU で回してるから、なかなかゲームはねきついかもしれない。で解像度が高めでやっているのでフル HD でね回すと、もう少しフレームレート出るのかもなって感じですね。はい、結果はですね平均フレームレートが28、やや重いという結果になりました。っていうことは他のゲームできるかな、ちょっと心配になってきたな。なんかホグワーツレガシーとかも一応ね入れてみたんやけど多分できひんからAPEX やってみます。一応ファンはついてるんですよ。でファンもついててめっちゃ静かで、これめっちゃいいやんって思ったんやけど、これ冷却がね追いついてない。熱暴走するんちゃうかなっていう感じですね。でこのパソコンねスピーカーついてるっていうのがいい。で音はなんか右側から鳴ってるような感じの音してます。そんなめちゃくちゃいい音が鳴るっていうわけじゃないねんけど、私的にはもう十分満足する、普通にいいやんっていうね音質なんですけど、 APEX フリーズしました。っていうか多分ねパソコンが熱くなりすぎて熱暴走しちゃってね、多分完全に熱いからちょっと時間置いてやらないとあかんかも。はい、ということでちょっと後日なんですけど、ちょっといろいろ見て、やってみた結果なんですけど、よく見るとちょっとね改善されたなっていう方法があって、AMD のソフトアドレナリンエディションっていうのがあって、最初にこの設定をね、いじったりするんですけど、これがなんか他の設定エコか画質かなんかに変わってて、ここ矢印押すとデフォルトっていうのが選べるんですよ。でこのデフォルトにするとなんとかね APEX は立ち上げることができました。そこの設定がちょっと合ってなかったっぽいです。ということで APEX やってみます。
AFMF をオフにした状態、フル HD の低設定になります。このディスプレイのリフレッシュレート165がマックスなんですけど、マックスはね出すことができないっていう感じですね。でだいたい70前後って感じかな。フレームレートはたまにカクカクしてる。で今訓練上ねちょっとね軽く遊んだんですけど、ここがねすごい熱いんですよ。この上の部分、画面もめちゃくちゃ熱くなってるし、上も熱いんですよね。でファンがついてるけど結構ゲームやってたら熱くなるんで、ちょっと気になってこういう赤外線温度計買ったので、ちょっとこれで何度なのかっていうここのパソコンの表面のね温度を測りたいと思います。向こうのモニターに当ててみると、28.4 度なんですよ。でこの PC の画面に当てます。いきます。じゃん、こんな感じ。52.6 度、5度。右側に行くと 57.5 度になりました。ゲームした後にタブレットとしてこう持って使うっていうのは結構厳しいなっていう感じです。でリフレッシュレート 165Hz 最大あるんですけど、その165を活かせなかったら意味ないなと思ってて、で出るゲームがそもそもあるのかっていうところに疑問に思いまして、ちょっとねバロラントも撮ってみたのでバロラントをやってみたいと思います。解像度が 2560×1600 っていう解像度が高い状態で、グラフィック設定っていうのが最低設定にしてるんですけど、はいこんな感じ。あ、出てるね。165マックス出てるわ。あ、よかった。165以上は安定して出てるっていう、貼り付けで出てるっていう感じですね。次はパルワールドやってみる。パルワールド結構重いね。ちょっと設定をいじってみます。グラフィック設定が中だったので最低設定にします。あ、それでもちょっと重いな。で AFMF をオンにしてやってみると FPS がまだ20って感じなんで、やっぱフル HD の方がいいかも。ちょっとわざわざねこのディスプレイ設定をフル HD にちょっと設定するのめんどくさいから、ちょっとウィンドウの方でねやるんですけど、これ 1080p にするとこのフルスクリーンにできないんですよ。どうかな。いや重いねこれでも。FPS が32で、できないことはないけど、フレームレートは35前後っていう感じかな。たまにちょっと重いなっていう感じかな。ただ軽いゲームだったり、バロラントだったりっていうのは全然問題なくできます。ゲーム性能はこんな感じですね。であと外部ディスプレイとしても使えるっていう風に言ったと思うねんけど、それねどんな感じで使えるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。で外部ディスプレイを使う際はこのパソコンの電源を落とします。電源が切れた状態でこの横の V-Link 対応の Type-C にね、こういった HDMI を Type-C に変換するケーブルが1000円以内ぐらいで売ってるので、これを接続します。ここにこの先を、スイッチの HDMI に接続します。そうすると外部ディスプレイとして使えるみたいで、ちょっとスイッチの電源つけてみます。あれ？使えない。なんでだ？ケーブルが悪いのかな？映らないですね。この外部ディスプレイの詳細を話すと、最大リフレッシュレートっていうのが外部モニターの場合は 60Hz になります。でこのキーボードの操作だったりこの画面のタッチっていうのはできません。でもう一つちょっと残念なポイントっていうのが、この音量調節のところで画面の輝度の調節はできます。なんだけど音量の調節っていうのがこの外部ディスプレイではできません。はい、そしてタブレットとして使う場合なんですけど、この別売りのペンシルで最初の初回購入はなんかペンがついてるらしい。でこのペンっていうのがボタンがここに2つついてて、ここにショートカットキーを割り振ることができます。デフォルトではこうやって書いたやつをこの下側のボタンを押すと消しゴムになります。で上側の方はなんか範囲選択、こんな感じで押すと丸いのが出てると思うんですけど、
使い方ちょっとよくわかんない。範囲選択みたいで MPP2.0 対応になっているので、こういったね手書きのこの性能が高くて、軽く書くとこんな感じで、強く書くとこんな感じ。こんにちは。軽く書いてこんな感じで取り付けることができます。続いては動画編集ができるのかダヴィンチリゾルブを使って検証してみました。プロ棋士解像度を4分の1にして 4K 映像の編集を試します。テロップやトランジションを重ねて編集するのは難しそう。続いてはフル HD の動画編集を試していきます。フル HD は簡単な編集できそうだけど、時には重い感じ。トランジションを重ねると重かったりもするので、レンダリングして置き換えしたり、プロ棋士メディアを生成したり、快適に編集するなら軽量化する必要性がありそう。試しにフル HD 編集済みの1分動画を書き出してみた結果は1分48秒。そしてロックの解除方法っていうのが3つあります。1つはピンの入力、数字ですね。そして2つ目が指紋認証。横側のロックボタンっていうのがあって、指をかざすとロック解除してくれます。そして3つ目が顔認証になります。顔認証もまさかについてて、すごい早いんですよ。それちょっとお見せしたいと思います。つけます。じゃん。はい、これでつけました。1秒ぐらいで、なんか暗いところでも顔認証ね結構効くっていうのと、あとその顔認証の設定をすっぴんの顔でしてたんですけど、化粧した後でも顔認証できました。で、今回はねちょっとね紹介できてないんですけど、このタブレット PC っていうのが Ryzen AI が使えます。で Ryzen AI が何かっていうと、例えばウェブ会議とかでカメラはねこのパソコンの上側にあるんですけど、ウェブ会議中なんで資料を見ながらだったりすると思うんで、下側にね目線が行きがち。その視線補正を使うと下を向いてるんだけど AI がこの自分の目を生成してくれて、下向いてるけどこうカメラ目線で見てるかのように見えるっていうね、そんな機能があります。で、あとはこう人物をくり抜いて後ろ側をぼかしたりだとか、他の映像に切り替えたりだとか、そういうね AI 機能があって、でこの AI 機能自体ここ数年でねだんだん出てきたっていうような新しい機能になっているので、これからどんどんねもっと便利な機能が増えてくると思うので、そういう AI 機能が使える PC っていうのはいいんじゃないかなっていうふうに思います。そして個人的な感想もお伝えしたいんですけど、私的にはもう少しなんか動画編集ができたらよかったなっていうふうに思いました。結構スペックが高くて、内蔵 GPU でも、ゲームが遊べるんですけど、ディスプレイの、リフレッシュレート 165Hz出るゲームをやろうとするとバロラントぐらいしかなかったり、もしかしたらあるかもしれないんですけど、私がよくする APEX は60ぐらいしか出なかったり、あと外部ディスプレイにするとね165じゃなくて 60Hz までしか出ないっていうところもね、スイッチでは十分だと思うんですけど、今後2とか出た時に60じゃなくてもう少しフレームレート出る外部モニターが欲しいってなる可能性もあるなっていうふうに思ったりで、もう一点私は気にならないんですけど、結構みんなが言ってるのがこんな感じでマグネットでカバーをつけてるんですけど、ここのね磁力っていうのがめちゃくちゃ弱いっていう風にねみんな言ってて、で私も最初めっちゃそう思いました。これめっちゃ取れるやんみたいな、もう少しねこうカバー強力やったらよかったのになみたいなところがあったんですけど、ぶっちゃけここは今はもう気にならなくなりました。なんか数日使ってたらもう慣れちゃって、前まではこれをねこうする時にこう一緒にいっちゃってたんですけど、今では片手でも何も押さえなくてもこうね曲げることができるようになりました。だからそこはねなんかもう今は全く気にならなくなったんで、そのあたりは気にしなくていいのかなと思います。で使っててたまにねなんかバグるというかなんか不安定やなって思う時があって、こう電源がつけててもここをパカッとね閉じてあげるとこう画面が暗くなるんですけど、こう開けるとこんな感じでまたつくじゃないですか。た
ただなんかたまにこれをこう閉じててちょっと時間経った時に開けるともうシャットダウンされてる状態になってる時とかもあったりして、あれシャットダウンされてるっていう時がねありました。そもそも V リンク使えなかったり、この私の製品自体がちょっと問題ありそうな雰囲気も醸ち出してるんで、もしかしたらね皆さんのところに届くものはちゃんとしてるかもしれないけど、海外の人もねなんかねゲームが落ちるとかなんかその不具合が出たりだとかするみたいなことを言ってるねレビュアーさんもいたので、まあそのあたりはちょっと冒険なのかなという感じですね。ただねやっぱり軽くてしかも薄い Windows のゲームもできるタブレットはねすごい魅力的やなっていう風には思いました。私タブレットね欲しかったんですよ。こうやって書いたりねしたいな、メモ取りたいなとか思ったりしてたから、なんかその何個も買わんでいいっていう風に考えると19万円っていう価格もそこまで高くないのかなっていう風に個人的には思ったり、なんかちょっとかゆいところに手が届いてない感がねちょっとありました。内蔵 GPU やからね仕方ないんですけど、そのあたりどうなのかっていうのはね人によって多分感じ方が結構分かれるような製品だと思うので、いろんなね YouTuber の方の動画を見ていただければなと思います。概要欄にね製品ページを貼ってあるのでよかったらそちらからチェックしてみてください。ということで以上、みさきみさでした。じゃあのー。